どうもこんにちは、北野アリオナです。私は5年ぶりに実家に戻ってきました。で、物価はどうなってるかすごく気になってます。今日は街中のお店をいろいろ回っていきます。それじゃあ行きましょう。はい、ということで本日はロシアの田舎町の物価を見ていこうと思います。実際に街中に出て調査してみましょう。まずは広場でやっている朝市に行ってみようと思います。さあ、今日はコルサク風で行われている市場にやってきました。結構にぎわってますね。お店の人ではなくて、自分で栽培して持ってきてる人たちとかで野菜とか魚とか、だからフリーマーケットのような感じですね。じゃあ見に行きましょう。結構にぎわってますね。基本的に量り売りで 100g か 1kg 単位での販売です。ジャムに卵、お花なども売っています。ロシアは保存食の文化が根強いので、魚の燻製は人気です。魚の種類も豊富で、紅鮭や銀鮭、ナマズ、カレーなどなどです。見るだけでもよだれが出る。市場に行くと必ずお店があります。ウニは450ルーブルなので、だいたい1000以下で買えます。私の地元ではウニは生でも食べます。イクラは 500g で3000ルーブル、6000ぐらいしますね。塩漬けのイクラです。パンに乗せて食べたりします。イクラは日本より高いかもしれないですね。お肉も売ってます。こちらは豚肉です。名札がないんですが、値段聞いてみたら1キロあたり400から450ルーブルぐらいです。日本円だと800から900円ぐらいですね。これはサーロといって塩漬けした豚肉です。これは1キロ1300ルーブルなので2600円ぐらい。いろいろな種類があります。ロシアではよく食べられるものです。ソーセージも種類は多いです。市場でよく売られています。果物も量り売りです。ぶどうは1キロ350ルーブル、700円ぐらい。リンゴは1キロ360円ぐらい。果物は日本と比べると安い印象です。このイチゴは中国産。見た目は良いのですが、あまり美味しくないと聞きました。500g600 ルーブル、1200円ぐらいですね。最近は中国の果物が市場に増えてきているようです。さて、海産物のコーナーです。カニもありますね。タラバと奥は毛ガニかな。タラバは1キロ1400ルーブル、3200円ぐらい。ちょっと面白いのが、クレカで支払うと1600ルーブルと高くなります。こちらのタラバは1キロ2100ルーブル、4200円ぐらい。さっきのやつより高級品です。大きければ大きいほど1キロあたりの値段が高くなる傾向です。ロシア人は大きなものが好きなよう。これ1キロあたりこの値段だから、これクレジットカードこの値段で、現金でこのぐらいだな。めちゃくちゃでかい。これは3500ルーブルぐらいだね。毛ガニは1キロは500ルーブルらしいんですね。すごいな、安っ。シマエビがあるね。シマエビも1キロは1600ルーブル、1800ルーブルで、サハリンの人たちはチカが好きで、こういうのね、でかいの、キュウリ用かでズバリって言うんですけれども、そう中にお腹にイクラが入ってる、イクラというか魚卵が入ってるんですね。でこれ値段見てほしいんだけどカニより1キロあたり4000ルーブルですね。カニより値段が高いみんな好きでよく買うんですね。こういうのちょっと不思議なことが起きてます。なんか毛ガニがすごい美味しそうだったので買ってみようと思います。やっぱり立派だな。
Да, взвесьте, пожалуйста, нам какой-нибудь. Какая хорошая. Все как под один. 283. 283、283 ルーブル。買いましょう。Пожалуйста, нам заверните. Конечно. Красавчика. これロシアのお金。5000ルーブルです。さあ、毛ガニ1匹丸々買いました。これは1キロいかなかったので、283ルーブル。ってことは、まあ、550円ぐらいですね。すっごい安い。毛ガニの隣には行列ができています。誰も毛ガニには見向きもしないのに、何を売っているかというと、卵です。卵は400円ぐらいです。あんなに毛ガニが安いのにみんな卵に夢中。不思議。韓国系のロシア人も多いので、キムチも定番商品です。キムチは 100g70 ルーブルから140円ぐらい。他にもいろんな韓国風のサラダがあります。手作りでみんな好きでよく買うようです。今はちょっと韓国風のサラダ買ったんだけど、中は大根と鮭入ってるんだけど、値段は 400g は500ルーブル。毛ガニより高い。さあ、ということで市場からお家に戻ってきました。で、今日買った毛ガニはこちらです。しょいしょいしょい。このカニはですね、もうすでに茹でた状態で売ってるんですね。だからもう調理されたままで買いました。さあ、まずは大きさをこう比較してみましょう。多分 iPhone だと多分分かりやすいのかな。日本で売ってるカニは多分中サイズぐらいに当たるかな。このカニはですね、500g で、ほぼ日本の円で500円ぐらいですよ。すごくないですか？もう本当に意味わかんない。安すぎて。なんか本当に本物なのか、パチモンなのか。まあ食べてみて判断しようかと思います。足からいこう。あっちゃ。さあ、オープン。すごい、身ぎっしり入ってるね。こんな感じです。いいな。じゃあ、ほほほほほ。さあ、じゃあ、いただきます。わ、おいしい。普通にいいカニです。わあ。これは本物です。本物の毛ガニですね。ちゃんと身が、なんか、ジューシーで、甘みが、自然の甘みがあって、疑ってごめん。ほんと、ちゃんと本物だった。で、私は日本のマキトでロシア産の毛ガニを調べてみたら、で楽天市場とか、毛ガニ、ロシア産の毛ガニを調べてみたら、今でもロシアの、毛ガニが日本のマキトに入ってるみたいですね。そうだから、楽天市場でロシア産の毛ガニは8000円からなんか9000円あたり買えることができるらしいんですね。1キロあたりで。私の地元だと、なんかね、500円の毛ガニがあるのに、みんなはもう無視ですね。誰にもいらない。誰も興味がないんですね。って。なんかもう、その市場にいた時さね、止まってなんかこう、指さしたかところです。皆さんっていう、500円だぞっていう、その良さわかるっていうの。なんか、すごい叫びたかったんですね。500円だよって。こういう安い毛ガニがある場所の隣になんかものすごい行列がある見たんですね。でそしたらみんな何買ってるんだろうと思って見てみたら、みんな
鶏の卵を買ってるんですよ。すごいこう夢中になって、みんなそこで行列を並んでて、買ったりしてるんですね。意味わかんない。こっち高級品だよ。自分で分かってるっていう。いやー、本当に面白かった。まあ、私が分かるから、それで買っちゃいました。いやー、本当にラッキーですね。ほら。ね、ちゃんと入ってるんですね。ここ中身がこうぎっしり入ってるんですね。おいしい。後でちょっと家族と一緒にこう毛ガニ料理いろいろ作ろうかと思ってるんですけれども、もしかして毛ガニが安い理由は作り方が他の料理どうすればいいね、どう調理すればいいかわからないだけかもしれないんですね。これ教えてあげなきゃ。あ、そうだ。びっくりしたのはね、サハリンで日本商品売ってるんですけれども、毛ガニ買った後で日本製品見に行ったら、なんとわさびとか売ってるんですね。比べてみたら毛ガニの方がちょっと安いぐらいですね。意味わかんない。わさびの方が価値があるっていうの。わさびの方が高い。毛ガニだぞって。いやね、ちょっと狂ってるわ。街中の映像を撮ってきたので、ちょっと他の物価も見てみましょうか。お米売ってます。1キロ165ルーブル、330円ぐらい。これは中国産のお米です。これはお肉。貼られてる値段は1キロあたり。2倍にするとだいたい円の価格になります。こちらは100グラムあたりの値段です。お肉は日本とあまり変わらない印象です。卵は1泊174ルーブル、だいたい340円。パンが激安です。1個20円ぐらいから買える。具が入ってる調理パンは高くなります。ドリンク類2倍にするとだいたい円と同じ。水は日本の方が安いですね。やっぱり日本は水が豊かなのかな。そして大人気の日本のビール。だいたいどの銘柄も1本1000円ぐらい。高いけど美味しいのでかなり人気のようです。外食はこんな感じ。表示されている数字の2倍がだいたい日本円です。タコスで600ルーブル、つまり1200円ぐらい。結構高いですね。だいたい外食すると日本円で1000円以上はかかります。日本よりちょっと高い印象を受けました。日本の吉野家ってコスパすごいんだなぁと改めて実感。ロシアの給料がどのぐらいかというと、ちょうど求人の張り紙があったので、カフェで1月スタッフだと6万ルーブル、店舗管理スタッフだと7万5千ルーブル。2倍にすると日本円なので、1月12万から15万ぐらいですね。調べたところ、サハリンの平均月収は14万8172ルーブル。中央値は7万5千ルーブルです。平均値と中央値に結構差がありますね。いわゆる格差は大きい社会だと思います。家賃はユチノサハリンスクっていう大きい町で5万から5万5千ルーブル。私の両親が住んでるコルサコフは2万5千から3万5千ルーブル。やっぱり都会の方が高いみたいですね。ちなみにロシア全体とモスクワの平均月収はこんな感じです。なかなか格差社会のようです。ガソリンは安いかなと思ったら意外と高かったです。日本とそんな変わらないじゃないかな。お、パパンが来たんですよ。Папуль, давай попробуй. Как тебе? Смотри, по заполняемости он какой хороший. Ну иди сюда, что ты стал? Не стесняйся.
Смотри. Раз. Да. Да? На. Вот. Да. Вкусный? Да, очень вкусно. Очень Ойщи. вкусный. Ойщи? Свежий. Но здесь тоже есть мясо. Да, конечно. Чё, как тебе, как профессионала? Не, вкусно. Вкусный, да. Ойщиって言ってるから。ってことは美味しいってことですね。Пап, почему у нас волосатики не такие популярные? Ну, почему их никто не берет? И смотрят то, что самое ценное, Мгм. что самое большое. Большое, да? Да. Типа тараба, она большая, да? Да, цена большая, хочется побольше, поэтому да, вот Нанька. как бы у нас в большом размере все сочетается. ロシア人がでかいものの方が好きで、毛ガニはやっぱり小さめで、なんかこう切るのがとかいろいろめんどくさいから、そしたらタラバ買った方がなんか肉もいっぱいぎっしり入ってるし、食べた感があるんですね。ちょっとこのカニ食べたら余った分をちゃんと利用して美味しい料理を作りたいと思います。両親にカニがもうただ身食べるだけじゃないんだよっていう教えたいんですね。そう、カルとかもちゃんと使って美味しい料理作れるし、コーラ味噌とかもね美味しいだぞっていう教えてあげたい。それは日本に私がもう長年に住んでるから、こう皆さんのおかげでいろいろ知識増えましたそれを両親とシェアしたいと思います。いつもありがとうございます。はい、ということで残りの部分を使って調理していきます。本当はカニの味噌汁を作りたかったのですが、味噌が手に入らなかったので、今回は甲羅焼きです。美味しそうなレシピを見つけたので作ってみましょう。カニ甲羅焼きになんか日本酒入れると美味しいんですが、で私はコルサク風で日本酒探したんですけれどもなかったんですね。でそしたら GPT に相談してみたら、GPT 先生はね、日本酒の代わりにビールを入れればいいと言ってました。はい、ということでビールを買ってきました。無添加です。ちょっとそれをかけてみようと思います。美味しくなるといいんだけどね。ロシア風毛ガニの甲羅焼きです。なかなかいい香りです。これはかなり美味しそう。出来上がりました。美味しそう。じゃあ食べてみましょうか。さあ、いただきます。どんな感じができましたかね。あ、おいしい。なにこれわあ、カニだ。美味しいよ。すごいカニの旨味がギュッと入ってるんですね。カニ味噌とバター、もうこれダメなやつだ。なんかね、ビール入れたらどうなるのかな、すごい心配してたんですけれども、ビールを入れても美味しい。カニ味噌の風味とビールの味、いいぞ。うまくできたと思います。これなら食べれるよ。パパが仕事から戻ってきた。Иди сюда. Я приготовила кани мясо, печень краба. Попробуй. どうだろう。Ну как? Вкусно? Вкусно? А знаешь, что добавила? Нет. Масло, соевый соус и пиво. Ты что-то грела или что? Да, на сковородке. Нравится? Ну, вкусно. Вкусно? パパが美味しいって。ほら、めっちゃ食べてる。Так, ну сейчас мне надо 100 грамм. はい、ということで物価比べてみる動画でした。まあちょっとね、意味わかんない
感じなんですけれども、サハリンに住んでる人たちはちょっと毛ガニの良さがまだ多分知られてないんじゃないかと思いました。さあ、それじゃあパカパカー。